こんにちは、つんです。最近地震とか台風とかで世間の防災意識も高まってるような気がします。過去の動画でいくつかご紹介してきた通り、我が家もそれなりの備えはしているつもりなんですけど、少々不安だなと思っていたのは停電になった時のスマホと明かりの備えです。モバイルバッテリーとかモバイルランタン、懐中電灯、ヘッドライトなどなど、もちろん準備はしているけど、数日経てばバッテリーは切れちゃうし、手回し充電なんかもね、現実的には厳しいかなと思っていました。で、そんな悩みを多少なりとも解決できるアイテムといえば、ポータブル電源ですよね。ただ、それなりのスペックを買おうと思ったら高いし、平穏な暮らしにはいらないものだから、もう何年も調べてはやめを繰り返してきました。で、何年も迷ってるならもう買おうと本腰を入れてかなりいろいろ調べた結果、もうこれしかないと思えるポータブル電源が見つかったので、えいやで清水買いをしました。はい、それがこちら、アンカーソリックス C1000。信頼できるポータブル電源の主要メーカーで、サポートが充実していて、1000Wh のパワーがありながら、そこそこコンパクトで手で持てる重さ。普段から使い倒したかったので、インテリアに馴染むカラーは必須条件だったんですが、このスペックでベージュは他に見つかりませんでした。もしあったら逆に教えてほしいです。届いてみたら想像していたよりも可愛くて気に入りました。サイズは横 37.6、奥行き 20.5、高さ 26.7 センチ。容量が一つ下の C800 とさほど変わらない大きさです。重さは約 12.9kg。体力が衰えた中年でもギリ持ち運べる重さです。付属品はコード3本と至ってシンプル。コンセントから充電する AC 充電ケーブルと、車から充電するシガーソケット充電ケーブル、そしてソーラー用の充電ケーブル。ソーラーパネルも購入したので後ほどレビューしますが、ケーブルはソーラーパネルに付属していたものを使ったのでこちらは使えませんでした。で、コンセントは全部で6個あって、家庭用コンセントと同じ 1500W。さらに一番右側は消費電力 2000W まで OK。普段使っている大半の家電に使うことができます。そして USB は A と Type-C がそれぞれ2口。前面には大型の LED ライトもついています。シガーソケットの充電はこちらから。丸くて可愛いですよね。はい、ではセットアップしていきます。まずはコンセントで充電するんですが、なんと急速充電なら58分でフル充電ができるんです。通常の充電でも90分なのでかなり早いですよね。で、アプリをインストールしてネットで接続。アプリもすごく使いやすくて直感的に操作できました。バッテリー残量や接続中の消費電力なども表示されます。アプリにはトリセツやサポートの連絡先もあるので、困ったことがあってもすぐ解決できるのがありがたいです。ちなみにアンカーはサポートの口コミもよくって、実際私も購入前に不明点を問い合わせしたんですけど、サイトのチャットもすぐにつながって対応も良かったんですよね。そういうサポートの充実っていうところもアンカーを選んだ理由の一つです。はい。で、一番気になるのはどれぐらい充電できるかってことですよね。アンカーによれば、スマホはなんと65回、タブレットは44回もフル充電できるらしいです。5W の LED ライトなら60時間、扇風機が18時間、電気毛布が14時間などなど、これだけ使えれば精神的にかなり安心できますよね。我が家は今のところこれで十分と思っているんですが、別入りの拡張バッテリーを接続すれば容量を倍にすることもできます。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池で、さらに独自技術で部品も長寿命、適正に使えば10年間も長持ちするそうです。リチウムイオンのバッテリーって劣化を防ぐために 60% から 80% ぐらいで保管してくださいってことが多いんですけど、アンカー C1000 は 100% の状態で保管しても OK。 自然放電も少ない設計なので、フル充電の状態で保管できるっていうのは頼もしいですよね。さらにパススルー充電にも対応。コンセントで C 線に充電しながら
家電やパソコンに接続しておくこともできます。常につないでおけば突然停電になった時にも自動的にバッテリー給電に切り替わるので、バックアップ電源として使うこともできます。はい、せっかく買ったので我が家は普段から使うことにしました。例えばコンセントが欲しい位置にない時はありませんか？私は最近リビングでパソコン作業をすることが増えたんですが、外付けをつなげたい時にコンセントの位置が微妙でした。そこでポータブル電源をソファーの横へ。これで作業を中断することなく手元でつなげられるようになりました。作業中はね、ついでにスマホも充電しています。あと上に物が置けるっていうところもね、地味に便利でした。はい、お次はソーラーパネルです。頼もしいポータブル電源も万が一停電が長引けばいつかはバッテリーもゼロ。お日様の力で充電するしかありません。ということでソーラーパネルも購入しました。アンカーソリックス PS200 ポータブルソーラーパネル。同じメーカーの方が安心なのでこちらもアンカーです。重さは約 7.9kg で結構ずっしりしています。格納時のサイズは縦 60.8、横 55.7、厚み5センチ。持ち手のところはマグネットで閉じる仕様になっています。パネル2枚で半分の PS100 とどちらにしようかなと悩んだんですが、折りたたんだ時のサイズがほぼ同じだったので、だったら早く充電できた方がいいなと思って、パネルが4枚の PS200 の方を購入しました。はい、では実際にソーラーパネルで充電してみます。我が家はマンションの低層階で、なおかつベランダは屋根があるので、日が当たる面積はそこまで広くないのがネックです。こんな環境でも充電できるのかちょっと不安でした。夏は特にね、太陽が高いので、日向のスペースもやや狭め。かろうじて日が当たっているスペースに広げていきます。設置自体は広げるだけなので簡単でした。ちなみに IP67 レベルの防塵防水モデルなので、急な雨が降っても慌てて片付ける必要はありません。はい、ひとまずこんな感じで設置が完了しました。ソーラーパネルとポータブル電源を接続します。で、ソーラーパネルの付属品はこちら。ポータブル電源に接続するケーブルと、長さが足りない時に使う3メートルの延長ケーブルが2本付属していました。で、接続自体も簡単で、ただケーブルをつなげるだけです。初めて使う私でも迷うことなくセッティングできました。ちょっと自然光だとね、液晶が見えにくいんですけど、充電開始時点のバッテリー残量は 60%。まだ残暑の残る暑い日で、晴れてはいるけど少し雲が出ていました。で、ケーブルをつないだのは午前の7時55分。ここから 100% になるまで一体何時間かかるのか、逐一チェックしていきたいと思います。充電の状況はわざわざ外に見に行かなくてもアプリで確認できるのがすごく便利でした。バッテリー残量やポータブル電源本体の温度、DC 入力のワット数と残り時間がリアルタイムで表示されます。はい、1時間15分が経過しました。バッテリー容量は 71%。ソーラーパネルの発電性能は最大 200W なんですけど、ここまでで平均130から 140W ぐらい。この後もだいたいこんな感じで、最高値は瞬間的でしたが 170W でした。はい、そして2時間45分が経過した頃、バッテリーは 88% になりましたが、それまで1時間に 10% ほどのペースだったのが、ここに来て急にペースダウン。発電量が 74W に落ち込んでました。で、ソーラーパネルをチェックしてみると、上の方に日が当たってませんでした。実はね、それまでも日当たりに合わせてちょいちょいパネルを移動はしていたんですが、少しでも陰る部分があると急にパフォーマンスが落ちるんですね。ちなみにスタンドはボタンで止めるタイプで、4段階に角度を調整することができます。この日は風がなかったこともあって、ベルトをピンと張らなくても倒れることはありませんでした。はい、そして3時間35分経過で 93%。
だけど発電量は 80W 前後で失速中。やっぱり進みが遅いとやきもきするので PS200 を買っておいてよかったなと思いました。はい、そしてついに 100% 満充電になりました。40% 充電するのにかかった時間は4時間37分。最後の方のうちのベランダの日当たりはこんなに細くなっていたので、条件がいまいちだった割には頑張ってくれた気がします。もっと日当たりのいいベランダとか一軒家でお庭があるお宅だったらもっと効率よく充電できるんじゃないかと思います。正直ね、ソーラー充電はあまり信用してなかったので、思っていたより使えることが分かって安心しました。長い間買おうかどうしようか悩んできましたが、ひとまずこれでスマホと明かりの不安はなくなったので、停電した時も多少は慌てずに済みそうです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。